こんにちは。今日は半導体回路からオペアンプを自作しましたので、それができるまでの工程の紹介と実際に作ったオペアンプがしっかりと動作するかを検証します。こちらが実際に作ったオペアンプのシリコンチップです。このチップの上にトランジスタを作って、それをチップ上で配線しているということをやっています。以前ディスクリートのトランジスタ部品を使ってオペアンプを作りましたが、それの上位互換のようなものを今日はやります。まずはこのシリコンチップ上でどのようにしてトランジスタレベルでオペアンプを設計していくのかというのを紹介します。その前に今日のスポンサーの紹介です。どうぞ。新製品の設計が思うように進まない、生産体制を整えたいが時間がないなんていう課題を抱えていませんか？今日はそんな課題を解決できる企業の九州店にやってきました。無線通信車載機器の設計開発、そして製造をコアとしている企業です。実際どうやって皆さんの課題解決をサポートできるのか見ていきます。まず最初に設計開発ルームにやってきました。無線通信機器の使用検討、無線回路設計、電子回路設計、プリント基板の設計、組み込みソフトの開発から機構設計までトータルで開発できます。実際に開発したものはこちらの設備を使って評価していきます。無線通信技術をコアにしているだけあってかなり充実していますね。次は生産ラインにやってきました。なんとクリーンルーム内に最新の生産ラインを保有していて、製造まで一気通貫、高い品質管理の下でやることが可能です。こちらは今実装ラインだけなんですけども、こちらの隣にさらに広い組み立てエリアがあります。ちなみにこちらの工場は地震の少ない長崎県にあるので、自然災害による生産ライン停止のリスクを低減できることも特徴です。設計から製造までの委託先を探している企業の方、ワンストップで高品質を実現する九州店に丸ごと任せてみてください。まずは設計の概要や時系列を追っていきます。2025年の6月頃から設計を開始して、設計データの提出締め切りが8月上旬でした。ですのでかなり急ピッチでオペアンプの設計方法、ソフトウェアの使い方、そして半導体レイアウトについて勉強しました。今回オペアンプ回路の設計をするにあたり、オープンソース半導体コミュニティである医師会に色々とサポートをしてもらいました。医師会の活動であったり、医師会が提供している半導体設計のやり方なんかは全て概要欄にまとまっていますので、気になる人はぜひチェックしてください。この動画でオペアンプ設計でやったことを全て紹介するのは難しいので、重要な部分だけを紹介しながら進めます。設計の基本的な流れとしては、回路図を書いてシミュレーションをして、レイアウトを書いて、そのレイアウトを検証するという流れです。電子回路設計とほとんど同じです。回路シミュレーターの LT スパイスを使ったことがあって、回路 CAD のキー CAD で回路を書いたことがあれば、簡単なオペアンプ回路の設計とレイアウトもできるんじゃないかとは思います。ただ今回使うソフトの使い方なんかが少し難しかったりするところもあるので、最初にやるのであれば、ロジックのノット回路あたりから始めると挫折せずに進めることができると思います。次は半導体を設計するソフトウェアについても触れていきます。こういったソフトウェアって基本的に安くはないんですね。なんですけども、実は無償で使えるオープンソースのシミュレーターとレイアウトソフトウェアがあります。ソフトのセットアップが簡単にできるように有志の人がまとめてくれています。また、半導体の設計に必要なプロセスデザインキット PDK って言うんですけども、そういったものも用意されています。非常にありがたいことに簡単に環境は揃えられるようになっています。実際の手順なんかは概要欄に書いていますので、ぜひそちらをチェックしてみてください。ここからは実際の回路設計を紹介します。回路設計するときにディスクリートの半導体を使う場合、部品自体の性能は決まっているので、外付けの抵抗とかを使っていろいろ調整することがあると思います。なんですけども、トランジスタレベルの設計では、トランジスタ自体の性能を自分で設定することができるんですね。そうなってくると、設計の自由度がかなり広くなります。自由度が広がるってなんか良さそうに聞こえるんですけども、私みたいな初心者からすると逆に難しくなります。というのも、トランジスタの性能をどれくらいに設定すれば良いかわからないからです。今回はだいたいこれくらいの値で設計するといいですよみたいな感じで医師会の人にいろいろ教えてもらいながら進めました。概要欄にある PDF の資料を見ながらでも同じようなことができると思います。ちなみに今回は CMOS プロセスで設計をしているのですが、PMOS は NMOS と比べると性能は低いです。PMOS で同じくらいの性能を持たせようとすると NMOS の面積の2倍くらい必要になってきます。
これはこの後のレイアウト設計でも見てもらいます。ディスクリート部品を使う場合はコンプリメンタリーのペアを使えば良いので、性能の差をそこまで意識する場面は少ないかと思うんですけども、今回のように低レイヤーから設計をしようとすると、こういったことも考える必要があるんですね。こちらが今回設計した回路です。ブロックごとに分けると、この部分が入力の作動増幅回路、この辺りが出力の部分、ここが基準電流源といった具合です。実際の設計の進め方なんですけども、回路をブロックごとに分けて小さく切ってテストベンチを作ります。全部の回路でテストベンチがうまく動いたら全部くっつけてシミュレーションして、そして問題なく動作するかを確認します。ここまで来たら次はトランジスタのレイアウトの設計です。まずはじめにトランジスタのレイアウトってものすごく奥が深いんだなと今回設計していて分かりました。今回頑張ったことであったり、あとは重要な部分なんかをいくつか紹介していきます。こちらが完成版のレイアウトです。パッと見ただけじゃよくわからないと思うんですけども、結構頑張って作った回路です。この部分が入力の作動増幅回路。この辺りが基準電流源。この部分が位相保証とかをやっている回路。そしてこの部分が出力の回路です。こんなことをやったってのを紹介していくんですけども、こちらの作動増幅回路を見ていきます。天体ショーのような構造になっていますね。これはコモンセントロイドというレイアウトテクニックです。作動増幅回路のようにペアで使う FET の場合に天体ショーにレイアウトすることで、ここに書いてあるトランジスタ A と B で温度差が生じにくいようにするテクニックです。温度特性が良くなるんですね。次はダミーポリシリコンです。半導体の製造プロセスの話になりますが、端っこの方にあるシリコンってどうやら製造時に削れてしまうみたいなんです。そうするとトランジスタが削れてしまうので、回路が設計した特性から外れてしまいます。ですのでトランジスタの端に回路の動作に寄与しないトランジスタを追加で置いておくことで、内部の回路の動作に影響するトランジスタを守ることができます。次はダブルビアやダブルコンタクトです。ビアとかコンタクトの抵抗値って配線と比べると高いので、複数個ビアやコンタクトを追加して抵抗値を下げています。あとこういったのは非常に微細な構造をしているので、製造不良なのでビアコンタクトとして機能しない可能性もあります。その対策としてビアコンタクトを複数作っておいて、不良が起きても動作できるようにしています。プリント基板でもビアを複数開けて抵抗値を下げるみたいなことはよくやりますよね。それと同じです。あとは電流が流れる配線は全体的に太くしています。ちなみにレイアウトができたら、そのレイアウトが回路図と一致しているか、そしてデザインルールに違反していないかを検証する必要があります。レイアウトが間違っていたり、デザインルールに違反していると、一生懸命時間をかけて作ったものを削除して、また最初からやり直しみたいなことにもなってしまいます。これが結構時間のかかる作業です。なんだかんだ言って回路設計はそこまで時間かからなかったんですけども、レイアウト設計と検証作業に一番時間がかかって30時間ぐらいは使ったかと思います。レイアウトが終わったら半導体を製造しているファウンドリーにデータを渡してチップを作ってもらいます。今回はフェニテックセミコンダクターというところに作ってもらいました。シャトル便といって1枚のウエハーの上に他の人のチップも一緒に乗せて安く作ることのできるサービスがあります。例えば今回の場合ですと、ウエハーのこの部分が医師会、この部分はどこか他の企業が使うエリアみたいなイメージです。要するにこのウエハー1枚に詰め込めるだけ詰め込んで経済的に試作チップを作りましょうということですね。実は今回試作したチップは2025年のシャトルで作ったものです。この年は8月が設計データの提出期限となっていて、完成したチップが届くのは12月末頃です。ですので、チップが完成するまでにだいたい4ヶ月くらいかかっています。価格情報なんですけど、思ったよりも安かったです。20個がベアチップの状態で届いて21万円。LQFP のパッケージに入れる組み立てオプションを入れるとトータルで30万円です。半導体のチップを作るのってもっと費用がかかるのかと思っていたんですけども、想像していたよりもずっと安かったです。しかも今回は一つのチップの上に他の人が設計した回路も一緒に載せているので、その人数で割れば一人当たりの費用は数万円まで下がります。ちなみに今回製造にかかる費用は三軒電機様に出していただいてます。設計もオープンソースソフトウェアを使えば無償でできるので、オリジナルチップ製作への敷居はかなり下がっていると感じています。
プロセス濃度も 0.6 マイクロメートルなので、今回設計したオペアンプのようなアナログ半導体であれば問題なく作れると思います。国内でこういったシャトル便をやっているファウンドリーは他にもあるので、興味のある人はぜひ探してみてください。その後4ヶ月経ってですね、このように製造されたチップが届きました。ちょうどですね、これの存在を忘れかけていた頃くらいに届きます。こちらです。ベアチップとパッケージに入ったものを分けてもらいました。パッケージ品については本当によくある IC と同じですね。左側にあるのがベアチップです。カメラで拡大するとこれぐらいが見える限界です。あまりにも小さすぎるのでマイクロスコープを使って観察します。こちらがチップの全体像です。一見が作った回路だけではなくて、他の人が作った回路も一緒に載っています。IC のピンの数は決まっているので、それをみんなで分ける形でチップ上の回路とリードフレームをつなぎます。中にはピンの数が足りなくてつなげていない回路もあります。真ん中に医師会と三軒電機のロゴがありますね。こちらの左上にあるのが一見が設計した回路です。設計した通りに製造されていると思います。他の人の回路は概要欄の GitHub のリンクにありますので、そちらから確認してみてください。ここからは自作したオペアンプが動くのかを確認します。こういったクラムシェルタイプのジグがありますので、それに IC チップを入れてブレッドボード上で回路を作りました。IC のピンの対応と実際の中身はこのようになっています。この辺りが電源ですね。外付けの位相保証用の C をつける場所。そして VDD。これは私専用の電源の端子です。電流源やカレントミラー用の端子です。今回電流源はこのチップの中に作ってあるので、ここは短絡します。なんで分けているかなんですけども、このチップの中で作った電流源が万が一動かなかった時に、外から電流を供給して動かせるようにしています。そしてその下2つがオペアンプの入力、オペアンプの出力です。まず最初はこのようなバッファー回路を動かしてみます。電源は 5V です。今回作ったオペアンプは単電源のものです。ですので電源電圧の半分である 2.5V を中心とした交流電圧を入力します。では実際に動かします。まずは入力信号だけ見てみますか。これは 2.5V を中心としてピーク 1V の入力信号です。そして次にオペアンプの電源を入れます。はい。いいですね。動いてます。上にある黄色の波形が入力電圧、下にある赤色の波形がオペアンプの出力電圧です。ですね、今動画で撮ってるんですけども、実際は測定会みたいなことをやりまして、このオペアンプを作るための設計に協力してもらった方々に集まっていただいて、測定会をやっています。その時の様子がこちらです。動いてるか。なんかいい感じ。動いてる。いいですね。オペアンプの消費電流は 0.15mA です。結構低消費電流かなと思います。秋月とかで売っている NJM3404 の単電源オペアンプの消費電流は 2mA なので、それと比べると結構低消費電流かと思います。性能はですね、叶わないにしても、まあまあって感じですね。ここからは入力の信号を変えてみてどれくらいの性能を持っているかというのを見ていきます。まずは入力電圧の振幅を大きくしてみます。大きくしていくとどこかでこの出力波形がクリップするはずです。そうすると、はい。入力電圧が 2.5V を中心としてピーク 4V くらいでクリップし始めましたね。出力電圧の最大値はだいたい 4.4V とかそんなもんです。この波形の上の方が先にクリップをし始めて、下の方はやっぱりなかなかクリップしないんですね。0V まで張り付きますね。やはり上の方がですね、先にクリップをし始めます。次は周波数を高くした場合を見ていきます。今は 1kHz です。これを 10kHz にします。まだ波形は歪んでなさそうですね。大丈夫です。では次、周波数を 100kHz にしてみます。はい、どうでしょうか。まだ大丈夫そうですね。波形は歪んでません。ここからさらに周波数を高くしていきます。200kHz です。なんか、てっぺんのところが歪んでますね。300kHz。300kHz はもうダメです。これスルーレートの問題かと思うんですけど、波形が三角波のようになっています。では実用上どれくらいの周波数までいけるか見てみます。300kHz から 10kHz ずつ周波数を低くしていくと、はい。そうですね。だいたい 200kHz くらいまで使えるような感じです。
ピークのところで若干波形は歪んでいるんですけども、まあ許容範囲かなと思います。次は区形波を入力した時の出力の波形を見ています。やはりこのようにリンギングはある程度しますね。これですね、位相保証のキャパシターなんかも結構効いてくる部分ですね。一応ですね、内部に位相保証のキャパシターは作ってあるんですけども、外付けの C を追加することで位相保証をさらに効かせるみたいなこともできます。例えば10ピコファラドぐらいの外付けの C を追加すると、こんな感じですね。リンギングがだいぶ減っているのがわかるかと思います。これがこうです。外すとこうなります。次はこのような非反転増幅回路を作ってみます。こちらが動作しているところです。一応振幅は2倍に増幅されていて問題なく動いていそうな雰囲気はしています。入力電圧を大きくしていくと、いいっすね。ただ振幅がですねある程度大きくなってくるとこのようにプラスのピークの部分がクリッピングしてしまいます。やっぱり内部の設計がまだまだってことなんでしょうかね。これを見てみると出力の電圧が 3.2V くらいでクリップしています。次はこちらにあるような反転増幅回路を動かしてみます。今このように動かしているんですけどもちゃんと反転増幅できています。入力電圧の振幅を大きくしていきます。そうしますと増幅できていますね。ただこんな感じである程度大きくしていくと波形がクリッピングしていますね。入力電圧が 2.9V 超えたあたりからもう出力電圧の波形がおかしくなっています。次はどれくらいの負荷までドライブできるのか見てみます。こちらのバッファー回路で抵抗負荷をドライブしてみます。まずは 10kΩ をドライブしてみます。こんな感じでダメですね。というのも今回オペアンプ内部の出力のバッファーを強化していないので重い負荷は駆動できません。もし重い負荷を駆動したいのであれば設計段階で出力の後段にバッファー回路を追加する必要があります。じゃあ実際どれくらいの負荷ならドライブできるんですかっていう話なんですけど、今こちら 80kΩ の負荷をドライブしている状態ですけど、これでもまだ出力波形は歪んでいます。ですので相当軽い負荷しかドライブはできなさそうですね。ちなみに入力の振幅を減らしていくとこんな感じで一応ですね振幅が小さい状態であればもう少し重い負荷はドライブできるようです。それでも 10kΩ とかはドライブはできません。はい。というわけで今日はオペアンプを半導体チップレベルで設計製造、そして出来上がったオペアンプ回路が問題なく動作するかを確認してきました。いざ作ってみると設計やレイアウトに多くの時間が必要だということが分かりました。特にレイアウトについては時間が解けていくレベルです。例えば回路図ではこの接続だけどトランジスタのレイアウトではこうやって配置接続した方が性能が出るのではないかとか、ファウンドリーだのプロセスの影響を受けにくいレイアウトをするにはこうしたらいいんじゃないかとか、あとは回路図に載っていないレイアウトのテクニックなんかもやろうとするとトランジスタのレイアウトにはいくら時間があっても足りないです。こういった半導体の設計って締め切りの期限がありますので、時間が足らない場合はある程度妥協したレイアウトで製造に出すことも実際の業務ではあるかもしれないですね。今回やったレイアウトについてもどうしても時間が割けない部分がありましたので、そういったところについてはある程度妥協したレイアウトにはなっています。そんなこともあったんですけども、最終的にはオペアンプとして問題なく動作していました。もし半導体の設計やレイアウトに興味のある人は、やり方がまとまっている資料を概要欄に貼り付けてありますので、ぜひチェックしてみてください。というわけで、もしこの動画が役に立ちましたら高評価お願いします。何か気になることがありましたら、ぜひコメントで教えてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。